光ファイバーが断線した場所がわからない。 OTDR はその距離を教えてくれる。でも機材を持っていることと波形を読めることは別の話。私はこの仕事を長年やってきました。波形を理解するのに1エリア約3000ユーザー分の測定を自分一人で実施してきました。失敗もしてきました。痛い目にも遭いました。これは全2回シリーズの第1回です。この動画は3つのステップで構成しています。1、すべての測定の土台となる基準。2、見抜けないと穴にはまる7つの障害パターン。3、経験がパターンを直感に変えるまで。各ステップに私自身の失敗談を含む実話を1つ入れています。第2回では実際の試験成績書の読み方と提出方法、クライアントに却下された時の対応を扱います。 OTDR とは何か。 OTDR とは光時間領域反射系のことです。名前は複雑に聞こえますが考え方はシンプルです。短い光のパルスをファイバーに送り込みます。その光はケーブルを進み一部が反射して戻ってきます。 OTDR はその光が戻ってくるまでの時間を測定します。光の速度は基地なので各イベントがどれくらい離れているか正確に計算できます。スプライス、コネクタ、曲がり、断線、すべてが一つの画面にメートル単位で表示されます。仕組み、屈折率と距離計算。光はガラスの中では最高速度では進みません。ガラスの屈折率は約 1.5 です。つまり光は秒速30万 km ではなく秒速20万 km ほどで進みます。 OTDR はこの屈折率 IOR を使って距離を計算します。距離は速度×時間割る2、往復分を考慮するためにではあります。 IOR の設定を間違えると全ての距離表示がずれます。重要なのは IOR は一つの固定値ではなく波長によって微妙に変わるということです。シングルモードファイバーでは1310ナノメートルで IOR は 1.4677、1550ナノメートルでは 1.4681 です。後ほどに波長測定についてお話ししますがそれぞれの波長で正しい IOR を設定する必要があります。実は基準を甘く見た代償、私自身の失敗談です。初心者なら誰もが通る道です。駆け出しの頃 IOR とデシベルパーディビジョンの設定を甘く見ていました。だいたいやっていればいい。それは間違いでした。波形の距離表示がずれていて OTDR が示す場所に行っても何もない。実際の障害は別の場所にあり間違った場所を探して時間を無駄にしました。もっと大きな問題は後にやってきました。癒着作業中の損失値にも十分注意を払っていなかったのです。発覚したのは最終の受け入れ試験、お客様の前で数字が紙に残る逃げ場のない場面でした。これ以上ない最悪のタイミングでの発覚です。それ以降習慣を完全に変えました。毎回の測定前に必ず IOR を確認する、デシベルパーディビジョンを確認する。どんなにいつも通りの現場でも例外は作りません。これがこの動画全体の土台になります。基本設定が間違っていればこの先の内容は意味を持ちません。これから紹介する7つのパターンも全て誤読することになります。 OTDR 波形の読み方、6つの特徴。 OTDR の画面はトレースと呼ばれる距離に対する信号強度のグラフを表示します。6つの特徴を順番に説明します。1つ目、ローンチパルス、0メートル地点の明るいスパイク。これは常にあります。正常です。2つ目、バックスキャタースロープ、ローンチパルスの後右下がりの傾きが続きます。これは光がファイバーを進むにつれての自然な減衰です。健全なシングルモードファイバーは 1km あたり約 0.2 デシベル減衰します。3つ目、スプライスイベント、小さな段差です。良い癒着接続は 0.1 デシベル以下の損失を示すべきです。4つ目、コネクタイベント、鋭いスパイクの後の段差です。正常な損失は 0.3 から 0.5 デシベルです。5つ目、ファイバーの終端、大きな反射スパイクの後トレースはノイズに落ちます。6つ目、絶対に見たくないもの、トレースの途中での突然の落ち込みです。それは断線で OTDR が正確な場所を教えてくれます。測定手順5ステップ。ここからは実際の現場での手順です。5つのステップ、例外なしです。1つ目、波長設定、1310ナノメートルと1550ナノメートル、両方で測定します。異なる波長は異なる問題を明らかにします。2つ目、
IOR 設定、スペックシートを毎回確認してください。3つ目、レンジとパルス幅の設定、不明ならオートモードから始めてください。4つ目、ローンチケーブル、ダミーファイバーの接続です。これはローンチパルスによるデッドゾーンを排除します。デッドゾーンの長さは機種の新旧ではなく内部の受光素子の性能によって決まります。横側の AQ7280 シリーズはイベントデッドゾーンが 0.5 メートル、暗率の MT9085 シリーズは約 0.8 メートルです。これらは現行のハイエンド機種の数値です。古い機種や低価格帯のモデルはブランドを問わずデッドゾーンが数メートルになることもあります。自分の機種のスペックシートで必ず確認してください。ダミーファイバーが手元にない場合、現場のエンジニアはインドアケーブルやドロップケーブルのドラム巻きで代用することがあります。精度は劣りますが緊急時には十分機能します。5つ目、測定結果をトレースファイルとして保存します。ベルコア SOR 形式で保存してください。これは業界標準形式でほぼ全ての OTDR ソフトウェアで開けます。ただし SOR ファイル単体での提出は避けてください。メーカーによって一部のパラメータの解釈が歴史的に異なっていて、あるベンダーのソフトウェアが別のベンダーのデータを誤読した実例が報告されています。そこで自分の OTDR のソフトウェアで PDF または Excel レポートを生成し、生データの SOR ファイルと一緒に提出してください。PDF は測定時点で見た数値をそのまま固定して残せます。SOR ファイルは将来の再解析のために保管しておけます。ベストプラクティスは常に両方を提出することです。機種ブランドと世界 vs 日本。ブランドについて簡単に触れます。日本では横川と暗率が2大ブランドです。どちらも日本製で信頼されています。世界ではリアビ、ソリューションズやエクスボといった大手も存在します。世界共通の最強ブランドというものは存在しません。自分の機材のスペックを把握することが重要です。標準について世界的にはほとんどのプロジェクトが2波長での測定を要求します。 SOR ファイルとして結果を提出し、設計上の損失バジェットと照合します。0.4 デシベルごとキロメートルという基準が一般的です。双方向測定、両端から測定して平均を取る手法も日本特有ではありません。 ITU、キージー 650.3 のような国際標準でも参照されています。しかし日本では OTDR 単体では使われません。常にパワーメーター測定と組み合わせる2方法による確認が標準です。そして双方向測定は問題が疑われる時だけでなく全ての受け入れ試験で必須とされています。全てのスプライス、全てのコネクタが標準化された書式で記録されます。例外はありません。実は画面は綺麗でも OTDR は嘘をつかないパターンの前に、なぜ OTDR を信頼するのか実話を話します。10年ほど前、何も特別ではない普段通りの現場で OTDR を接続したままリアルタイムで癒着接続を行っていました。なぜそんな手間をかけるのか。理由はコストとの置きです。不良スプライスをその場で見つければその場で直せます。最終の受け入れ試験で発覚すればクロージャーを再度開け、場合によってはケーブルの再配線も必要になり工期に響く時間を浪費します。リアルタイムで発見できれば手直しのコストも納期も最小限に抑えられます。この時癒着機の画面は完璧でした。軸ずれもなく綺麗な画像。しかし OTDR はリアルタイムで高損失を示していました。癒着機のカメラには見えないものが OTDR には見えていたのです。その場で即座に再接続、1分以内に解決しました。試験時に発覚していたら何時間も後の発覚になっていたはずです。この経験から学んだことを今も実践しています。癒着機の画面より OTDR の数値を信頼してください。毎回これから紹介する7つのパターンも波形が真実を語ります。見た目が綺麗でもです。パターン1、完全断線。症状はバックスキャターが正常に続いた後突然ゼロに落ちる崖のような波形です。スパイクはありません。崖のように垂直に落ちます。原因は重機による切断、踏みつけ、動物被害、そして日本では台風シーズンに強風で電柱そのものが倒壊しケーブルが瞬時に切断されるケースが多く見られます。徐々の疲労ではなく
突発的な物理破壊です。2019年の台風15号ファクサイは千葉県内で約2000本の電柱を倒壊させました。対応は OTDR が示す距離に直行し物理損傷を確認。再癒着両端から再測定です。合格基準は想定値まで連続したバックスキャターが確認できることです。パターン2、高損失癒着接続点。症状は通常より大きな段差 0.3 デシベル以上です。原因は不良クリーブ、軸ずれ、癒着機の構成不足です。先ほどの実話の通り、癒着機の画面がきれいに見えても OTDR で高損失が出ることがあります。必ず OTDR の数値を信頼してください。癒着機のカメラは微小な軸ずれを見逃します。対応は再クリーブ、再癒着、再測定、この順番を毎回守ってください。合格基準は 0.1 デシベル以下です。パターン3、反射なし損失、ベンドロス。症状はスパイクのない段差です。反射が全くありません。原因はメカニカル接続または過小な曲げです。コネクタとは違い、過小な曲げは反射を起こさず光を吸収するだけです。確認方法は該当箇所のケーブルを軽く伸ばして再測定することです。損失が消えれば曲げが原因です。対応は曲げ半径を最小 30mm 以上に再配線することです。これより小さく曲げてはいけません。パターン4、ゴーストエコー。これは初心者を最もよく惑わせるパターンです。症状は波形上ではスプライスやコネクタのように見えるイベントが現れますが、実際にその場所に行っても何もないことです。ケーブルは完璧に見えます。原因は高反射点からの多重反射です。反射が2つの高反射点の間を往復し、さらに先の場所に偽のイベントを作り出します。見分け方は距離です。直前の高反射点の距離のちょうど2倍の場所に現れます。500メートルにコネクタがあれば1000メートルにゴーストが出ます。対応は不要です。実害はありません。記録上はゴーストとして処理し、次に進んでください。パターン5、水侵入。これは日本で最も多い障害の一つです。特に大雨の後の地殻漏射で多く見られます。症状は突然の断線ではありません。特定の地点から傾きが徐々に急になります。キロメートルあたりの損失がその地点から悪化していきます。原因はクロージャに浸水した水がファイバーを曲げるマイクロベンディング損失です。確認方法は晴天時と雨天時の波形を比較することです。雨の後に損失が増加していれば水が侵入しています。対応はクロージャを開放して完全に乾燥させ、シールを確認して適切に再封止します。日本ではヒートシュリンク再入り口キットで高級修理を行うのが標準です。パターン6、コネクタ汚染。これは世界中でファイバー障害の最多原因です。ほとんどの場合予防可能です。症状はコネクタ点で高反射と高損失が同時に現れることです。正常な損失は 0.3 から 0.5 デシベル。汚染されたコネクタは1、2時には3デシベルの損失を示すことがあります。原因は単面のホコリ、油分、指紋です。対応としてワンクリッククリーナーが第一選択です。ウェットクリーニングが必要な場合、エタノール系の IPA は避けてください。 IPA は吸湿性があり、空気中の水分を吸着し残留物を残すことがあります。この残留物は逆に汚染を引き寄せ、時にはガラス表面に焼き付いて永久的に損失を増加させることもあります。専用のファイバー洗浄液を使用してください。速乾性で残留物を残しません。鉄則として接続前に必ずファイバースコープで単面を検査してください。毎回例外なく。パターン7、複数障害点。症状は OTDR が最初の大きな障害点までしか見えないことです。それより先は見えません。原因は同じケーブル区間に2つ以上の別々の問題が存在することです。対応はまず最も近い障害を修理します。次にケーブルの両端から再測定する双方向測定です。双方向測定は日本特有ではなく国際標準で規定された手法です。日本では疑わしい時だけでなく全ての受け入れ試験で必須とされています。両端の測定値を平均することで OTDR 技術自体に内在する方向による測定誤差も相殺されます。
初心者が必ずやる5つのミスと対策。最後の実話の前に、初心者が必ずやる5つのミスとその具体的な対策をまとめます。1つ目、 IOR 設定ミス。距離がメートル単位、時にはそれ以上ずれます。対策は毎回スペックシートを確認すること、推測しないこと。2つ目、ローンチケーブルなし。ファイバーの最初の区間が見えません。そこはほとんどのコネクタがある場所です。対策は常にローンチケーブルを携帯すること、緊急時はドラム巻きのケーブルで代用できます。3つ目、 SOR ファイル単体での提出。ベンダーのソフトウェアがパラメータを誤読する可能性があります。対策は毎回 SOR に加えて PDF または Excel レポートも一緒に提出することです。4つ目、片方向のみの測定。スプライス損失の読み取りが不正確になります。対策は必ず両端から測定し平均を取ることです。5つ目、ゴーストに惑わされてパニックになること。存在しない障害を探して何時間も無駄にします。対策は距離が2倍になっているか確認すること。そうであればゴーストです。記録して次に進んでください。実は3000ユーザーを測って分かったこと。最後にここまでの話がどこにつながるかをお話しします。その感覚を身につけるために1エリア約3000ユーザー分の測定を自分一人で実施してきました。特殊な症例、水没ケーブルの判定、ライブ波形を見ながらの癒着接続も約1000回ほど経験しました。それだけ繰り返すと波形が体に染み込んできます。小さな損失表示が本当の損傷なのか、マーカーが真の接続点からわずかにずれているだけなのか、感覚でわかるようになります。 OTDR が確定する前から周辺状況だけで障害のおよその場所が見えてくることもあります。具体例を挙げます。架空ケーブル周辺の木の生い茂りは獣害の危険信号です。古木が多い地域ではリスがケーブルに引き寄せられます。日本ではセミが架空ケーブルを木の枝と誤認し、卵を産みつけるために穴を開けてファイバーを破損させます。ある通信事業者は1年間でリスがファイバー被害の 17% の原因だったと報告しています。だから疑わしい障害地点の周辺に木が茂っているのを見ると、電柱に登る前からある程度の仮説が立てられるようになります。これがマニュアルを読むことと現場を読むことの違いです。機材は変わりません。変わるのはあなた自身です。チャンネル登録で次回の試験成績書解説もお見逃しなく。次回予告。次回は実際の OTDR 受け入れ試験レポート見ていきます。合格レポートはどう見えるのか、不合格レポートはどう見えるのか、そしてクライアントに試験結果を却下された時何が起こるのか。チャンネル登録してお見逃ししないようにしてください。